準備が整った人に奇跡はやってくる。人には無限の可能性を持つ場所があるんです。奇跡とは、どのように自分の道を選ぶか、どのように自分の心を使うか、そして自分の心の使い方次第で世界が変えられるとどれだけ信じられるか、その結果です。この本は他の誰の奇跡についてでもない、今この本を手に取っているあなたの奇跡に関する本です。人生に自分自身でどのような奇跡を生み出すことができるか、これを明らかにするのが本書の目的です。もちろんここに書かれているのは運勢についてでもなければ、過去に奇跡を成し遂げた一握りの天才のお話でもありません。今まで自分が不可能だと思っていた物事がどのようにすれば可能になるのか、その方法を示していきます。著者の私自身が人生の中で現実に奇跡がやってくる方法を考え、奇跡に満ちた創造的な人生を送るには何が必要かをつぶさに検討してきました。今では私にとって奇跡は起きると信じるものではなく、分かっているものだと言います。ここで言う分かっているとは誰もが体験したことがあるものです。何ヶ月もの間自転車に乗らなくても、いざ乗った時には過去に覚えたことを自然に思い出している。タイヤに空気を入れて漕ぎ出せば、細いタイヤの上で体はうまくバランスを保つ。体も心も全く緊張することなく、思う存分走ることができる。きちんとバランスを取ろうと目標を立てているわけでもないし、自分は乗ることができるのだと信じているわけでもありません。ただ内側で分かっているのです。これと全く同じことが奇跡にも言えるでしょう。信じたり目標を設定したりするレベルではない、もっと高い新たな場所。自分の中にある分かっているという場に進めばいいのです。奇跡を生み出すのはまさにそこなのです。人の奥深くには無限の可能性を持った場所が存在します。ここにたどり着くことができれば、奇跡を生み出すことはたやすく、現実の世界で自分が求めていることのすべてを実現させることができます。この場所に限界は存在しません。ここにいれば自分が常にあるべき時、あるべき場所に正確にいると感じることができます。様々な人と信じられないような関係を結べるところでもあり、必要な時に必要な人と出会うことができる場所でもあります。人生に成功と物質的な豊かさをもたらすのに必要な人も物もすべてここに現れ、体調を崩した時に癒してくれる正しい処方箋もここに浮かびます。また、必要な本や資料がまるで目に見えない神秘的な力で引き寄せられてくるとすれば、それはあなたがこの場所にいるからに他なりません。この高い意識レベルを作り上げるにはどうすればいいか。本書で語られることはとてもパワフルな心の旅のようにも思えるかもしれませんが、実際に魔術的とも言える力が現実の物質世界に影響を与えていくのです。この目に見えない心の旅は、例えばこんな新しい認識へと導いてくれるでしょう。究極の現実と自分の可能性は無限。自分の現実を作り出すのは自分。高い意識状態に到達すれば、本能的な目に見えない力に導かれていく。自分の幸運は自分で作り出すことができる。完璧な秩序に支えられている宇宙には偶然はない。これらを見て衝撃を覚える人もいるでしょうし、そんなわけがあるものかと拒絶する人も大勢いるのは分かっています。しかし、ここに書いたことはすべて私が人生で実践している真実なのです。まずは自分自身の生活の中で、次に家族や知人の間で、そして最終的には全世界へと広げていってほしいのです。そうしたとき、この本は大いに役立つはずです。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は準備が整った人に奇跡はやってくるという本をご紹介します。あれ？なんだか聞いたことがあるようなタイトル。そう感じられた方は相当なハピケンマニア。実は本書は以前紹介した準備が整った人に奇跡はやってくるの新装版なんです。といっても
カバーデザインが変わっただけではなく、読みやすくなるよう全体的に細かく調整されていて、より洗練された印象です。この機会に改めて奇跡を生み出すという人の奥深くにある無限の可能性を持った場所にたどり着く方法に触れてみましょうよ。著者はウェイン・ダイヤー博士。ダイヤー博士はモチベーションの父、ミスターポジティブなどの愛称で親しまれる世界的スピリチュアルリーダーで、本チャンネルではたくさん紹介しており、僕も大好きな作家さんの一人です。そんな彼が望むことがあっさり現実になる心の法則、なりたい自分に近づく心の整え方を教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。過去がどうだったかではなく、今何ができるか。人生を一枚の織物に例えるなら、過去を振り返ってみたとき、一箇所として不必要だったり不完全だったりするところはありません。私が知る限り、成功して本当に幸せな人生を送っている人々は皆、単なる災難というものはないと思っています。そういう人たちはいわゆる自己と見えることでさえ、宇宙全体の目的に従ったものだと考えています。つまり、偶発的に見える出来事も全て自分が一歩高く進むための階段だと考えているのです。自分の人生経験を全て美しい織物の一部として、あるいは自分が高い意識へ向かうための旅の一場面だと考え、今一度人生を見直してみましょう。そのために次に挙げる3つの道を想像してみてほしいのです。第1の道、なぜ自分だけがこんな目にから脱皮する。精神的、金銭的、あるいは肉体的に辛い状況が生じたとき、人はなぜ自分がこんな目にと思うもの。しかし、それを乗り越え振り返ってみたときに、なぜ自分があのような困難な道を通らなければならなかったのかがわかるのです。それが今より価値ある人生へ一歩前進するということです。これには年齢は無関係。ことあるごとになぜ私ばかりがと繰り返している人はせっかくの苦悩から何のメッセージも受け取っていません。これでは素晴らしい奇跡は起こるはずもなく、一生非生産的な堂々巡りが続くでしょう。第2の道、良い結果を生み出すことに集中する。第1の道を認め苦難から学ぶことを知った人は、なぜ私がではなく、偶然などというものはない。私が今体験していることは全て何らかの点で私が次の段階に進むのに必要なんだと悟り、さらに今なぜこんなことが起きたのかはわからないけれど、この体験から何を引き出せるかと自問するようになります。こうなれば人は自分の不運を呪うレベルからは完全に脱し、良い結果を生み出すことに意識を集中させることができます。そして結果に向き合っていき、一つ結果を出すことができると、次はもっと大きな結果を追い求めるようになるのですが、ここでまだ本物の奇跡が生まれることはありません。実はさらに第3の道が必要なのです。第3の道、一生をかけて追求できる目的。人には大きな使命があると知ること。一生をかけて追求できる目的を持っている人ほど困難に耐え、それに打ち勝てる人はいません。そして使命とともに歩み続けること。これが人生に奇跡を生み始める第3の道なのです。万物には例外なく使命があって、あなたもその万物のうちの一つに他なりません。本当の奇跡を体験するには、物の見方を結果思考から目的思考へガラリと変えねばなりません。この新しい考え方に納得できるかどうか。もし全く不合理だと思うなら、第1、あるいは第2の道に後戻りするしかないのです。過去のすべては必然。
目的を持って歩み始めるにあたって、まず永遠ということについて考えていきましょう。肉体は有限ですから永遠を経験することはできませんが、人は永遠の概念をどこかで分かっているものです。それは思考、意識、魂などと言い換えても良いかもしれません。この無限の想像力を体感するトレーニングをご紹介しましょう。まず、すべてのものは宇宙の英知の一部として存在していると想像してみます。次に、10年前の自分を詳しく思い出してみてください。どんなことを考え、どんな服を着て、何を感じ、誰に愛されていたか。その時体験したことが現在の自分をどれほど形成しているでしょうか。そして次に、さらにその10年前に遡ってみましょう。当時の経験や思いの一つ一つが以降の自分にどのように影響しているでしょうか。これを今日の自分にたどり着くまで思い出してほしいのです。この精神的なトレーニングを行うことで、自分の内面を深く見つめたり瞑想したりする能力が高まります。そしてさらにその10年前の経験についても同様にと繰り返していくと、最終的には幼児期の記憶まで遡ることになると思います。素直に振り返って考えてみれば、すべての体験が現在の自分につながっていることがわかるでしょう。そうした一つ一つの経験を判定し、好きだ、嫌いだ、あるいは認める、認めたくないというふうに批判しようというのではありません。あなたがその時点で体験したり考えたりしたことは必然でした。すべてが目には見えない形でより合わさり、現在のあなたが存在します。そしてこれは変えようがないのです。人生は永遠の中の幕間劇のようなもの。あなたが生きて考えている間は舞台が上演されており、死の瞬間に幕は閉じ、再び永遠の中に取り込まれていきます。人間はなぜ目に見えない永遠から肉体の形をとって現れ、一定期間の後に永遠に戻るのか。このことをいくら思考しようとも、今私たちが実際に存在しているということだけが確かなのです。しかし、そのような儚い人生のうちに大きな使命を認めたとき、つまり目的を見出したときに、それまでの世界観は音を立てて崩れ、新しい見方が生まれます。もう人生に疑いを抱くことはなく、大きな目的に向けて考え方や行動が全て一致してくるでしょう。なぜ自分ばかりにこんなことが起こるのかと嘆くのではなく、全てを静かにあるがままに受け入れられるようになります。物理的な成果や物質にこだわらなくなるので、今の自分が生きてこうしていることに心の底から喜びを感じられるようになるでしょう。一旦目的に向かう旅に出た人は、すでに本物の奇跡の領域に足を踏み入れたのと同じなのです。信じるのではなく実感する。私が言う奇跡は錬金術ではありませんし、死者を蘇らせることもできません。奇跡を起こす対象は自分の能力なのです。なぜ自分にはできないと自分で限界を設けているのか、その理由は何なのか、それをしっかりと調べてみることが先決です。本当の自分は目的を持ち、そこへ向けて精一杯努力していく過程で完成されると信じましょう。本書を読み進めば、ただ奇跡の存在を信じるのではなく、自分の体で実感することができるようになるでしょう。そうして初めて今まで不可能と信じていたことが可能になっていきます。次の7つのポイントをいつも心に留めておくだけで、自分の中の奇跡の力を引き出す助けとなるはずです。自分の中の見えない力を信じる。人間の肉体を含むこの宇宙には、目に見えない生命力があふれている。このことにもっと意識を向けてほしいのです。バラがバラとして、カブトムシがカブトムシとして生きているのも、惑星が一定の規則で運行しているのも、そしてあなたがあなたであるのも、すべては同じこの宇宙の知恵のなせる技でしょう。この知恵に境界や次元は存在しません。思考や想像、夢、空想、感情に境界や次元が存在しないのと全く同じなのです。この宇宙の生命力は人間の一部であり、決して尽きることがありません。とにかくこのパワフルで神々しい
しかし目には見えない力が自分の中にあるのだということをまず知り、全面的に信じること。これが先決です。人生は考えているスケールで決まる。思考はあなたの中で生まれ、あなたの人間性を形作ります。過去も未来もこの思考の中にあります。思考こそ健康や財産はもとより、自分の世界の細部までを作り出す担い手です。人はその人が思考、つまり想像している人生を送るだけなのです。今の自分の考えが自分の人生をいかに奇跡と程遠いものにしてしまっているか、目覚めた人生への一歩を踏み出すにあたって、このことをじっくり考えてみましょう。よくよく考えてみて、初めて、なんだ、正反対の考え方だってできるじゃないか、とわかるものです。奇跡は誰にでも起こりうるのですから、あなたが体験したって不思議ではありません。自分の限界は心の曇りの産物に過ぎない。今限界だと思い込んでいることは、これまで教えられてきた考え方の産物に過ぎません。現代では皆が知っているミクロの世界だって、顕微鏡が発明されるまではほとんどの人が信じていなかったということを思い出してください。人は目に見えるもの、科学的に証明できることだけを信じますが、科学的とはその時代の人間の発達レベルを言うに過ぎません。いつか私たちは地球上を分単位で一周することができるのでしょうし、惑星間の旅も現実となるのでしょう。その可能性はすでにここに存在します。ただ技術が不足しているだけなのです。この可能性を今信じるか、科学の発展を目の当たりにするまで信じないか。ほんの半世紀前はテレビのリモコンスイッチもオンラインで映画を見ることも、電子レンジが各家庭に備わっていることもありえないことでした。しかし、そうした奇跡を生む可能性は大昔から存在していたのです。この半世紀に技術の発達が追いついただけのこと。心は無限。このことをしっかりと受け入れてください。今、自分は奇跡の途上にいる。宇宙全体は知恵の体系を成しています。肉体という宇宙は驚くほど完璧に動いている数多くの体系からなっており、これもまた知恵の体系です。思考や感覚などといった目に見えない部分も自分の中の知恵の体系の一部です。自分自身が知恵そのものなのです。切り離すことはできません。そして人には生きる目的があります。選んだ分野が何であろうと、その分野で奇跡を生み出すことのできる道の上にいると知ること。ただそのことを自覚しましょう。過去の自分ときっぱり手を切る。自分の弱点についていくら考えても弱点はなくなりません。また、今までの自分の自滅的な行動を克服しようとどんなに頑張ってみても、内面に調和がもたらされることもありません。ではどうすればいいのでしょうか。方法はただ一つ。弱点を自分の後ろに置き去りにして、新しい自分へと続く扉を通り抜けていく以外にありません。そのための第一歩として、まず思考の中で踏み出しましょう。今まで自分が関わってきたありとあらゆる問題からすっかり自由になった自分を思い浮かべてみましょう。そして今までのような自滅的なパターンに陥ることのないこれからの自分を思い描くのです。次に、私は変われないといった考え方や、そうした考え方を裏付けるような行動は捨ててしまいましょう。そして後ろを振り返り、もうあんな風に生きることはないと冷静に眺めている自分を想像するのです。これができて初めて前へ進むことができます。できることにもっと頭と目を向ける。不可能なことにずっとしがみついているのではなく、可能性に大きな道を開いてほしいのです。この時点では心の中のイメージを変えるだけでいいでしょう。現実の生活を変える必要はありません。これまでに様々な奇跡を生み出してきた宇宙の力は今も健在です。過去に奇跡を実現した人々のパワーは今この瞬間にも満ち溢れています。ひょっとしたら自分にだってできるかもしれないと自分の内側で思えるまで心をオープンにすること。まず心の中で可能だと思う。それができなければ可能性も開けません。論理のカゴに閉じ込めない。論理的、
合理的でないことに頼るのは落ち着きませんという人もいるかもしれません。しかし世の中には論理や科学的証明とはまさに無縁のレベルが存在します。科学的であることにこだわる人にちょっと考えてもらいたいのは、思考や夢や感覚は触れることも見ることも嗅ぐこともできませんが、それでもそうしたものが存在することは分かっているということ。まさに自分の中に存在すると分かっているものが論理や証明とは何の関係もない次元にあるというのはお分かりいただけるでしょうか。ミクロの世界が顕微鏡が発明されるまで証明されなかったのと同じように、魂の存在も健根鏡が発明されるまで証明されないでしょう。ところが、魂の奥深くのレベルの何かしらが私たち人間の一部を成していることはなんとなく分かっているものです。自分の目で見るまでは信じないという人は多いのですが、信じるからこそ見えてくることもあります。想像したことは全部作り出すことができる。人生が心の状態を映し出しているのと全く同様に、世の中の状態は私たち全体の心の状態を映し出しています。私たちは皆自分の考えに基づいて個人として、また全体の中の一人として行動していますから、今自分が目にしている現実は一人一人の精神の表れです。私たちが生きている宇宙は私たちの内なる宇宙と全く同じように作動しています。人間の体は原子や分子、骨や筋肉などを作り上げている数十兆の原子以下の物質からなり、今この文字を読んでいる見えるあなたは見えない力で作られて動いています。全体と部分は決して切り離せません。誰においてもすでにこの世界に人生の奇跡を起こすために必要なものが全て備わっています。自分の感覚を通して見ている世界は自分が存在しているから存在しているということを常に知っておきましょう。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか。前回改訂前のこの本をご紹介したのは約2年前。当時読んだ時もこの素敵な空気感と8章にわたって繰り広げられる本書の心の法則の奥深さに驚いたことを記憶しています。今回2年ぶりに改めて読んでみると、また新しい驚きもたくさん感じました。以前より知識量や感じ方が変わっているせいか、ダイヤ博士が伝える言葉の意味やニュアンスなどがよりはっきりと分かったような気がするんですよね。例えば、ダイヤ博士は自分とは心、意志、意識と言っている。意識は無限の宇宙につながっていると考えるならば、自分の中に無限の可能性があるというのも納得できるかも。なんてパズルのようにいろいろなものがつながっていくんですよね。再読の楽しさと大切さを改めて感じました。本屋さんで、綺麗な表紙と思って手に取ったのが本書で、それが偶然2年前に紹介した本の改訂版だったなんて、ちょっとしたシンクロを感じちゃいました。以前読んだ方は久しぶりに、まだ読んでいない方は新鮮な喜びとともに、ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド、見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せ作りに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。